信じられない逮捕報道が入ったぜ。特別な儲け話の正体は詐欺容疑とされる。詐欺容疑ということは逮捕の段階で有罪が決まったわけじゃないのよね。その通りだぜ。まず逮捕報道と有罪確定は別だと押さえておく必要がある。それでも応援していた相手をめぐる報道ならファンには相当な衝撃よ。しかも入り口は見知らぬ業者ではなく推しに近い相手からの金銭話だった。推し本人から来たら疑う方が裏切りみたいに感じる人もいるよね。そこが今回の確信だぜ。行為が信用確認の代わりになってしまったんだ。君だから教える話なんだ。他の人にはまだ広めないでほしい。私だけに話してくれたの？ずっと応援してきたことを覚えてきたのね。枠はもう少ししかない。今日中なら特別な条件に間に合うよ。急な話だけどあなたが言うなら大丈夫よね。少し考えさせて。疑う気持ちはわかるよ。でもこの機会を逃したら次は約束できない。この会話は限定感を示すための創作で実際の文面を再現したものじゃないわ。送金が起きれば問題はファンと本人の2人だけでは終わらないぜ。所属先は管理を問われて取引先も契約や広告への影響を考えることになるわ。ただし実際の対応は確認された発表だけを事実として扱う必要がある。外から見える肩書きと持ち込まれた金銭話の安全性は別の問題なのね。そうだぜ。有名人らしい姿を知っていてもその儲け話まで本物とは限らない。それなのに何度も見た顔だと赤の他人からの話には思えなくなるのよ。では勧誘から送金、疑惑の発覚、逮捕報道までを順番に追うぜ。責めるべきは信じた気持ちじゃなく確認を飛び越えさせる仕組みの方よね。行為はいつ本人確認の代わりになったのか、その連鎖を見ていこう。公開報道で確認すべき入り口は本人の職業、所属、年齢、活動歴だぜ。長く活動している人ならそれだけで身元の確かな相手に見えやすいわ。イベントで何度も顔を見て配信でも声を聞けば距離は近く感じられる。向こうが私を知らなくても私は相手の癖や話し方まで知っているものね。この一方向の親近感が最初の信用の土台になることがあるんだぜ。ライブで何度も顔を見ていたら完全な赤の他人とは思えないわ。だが芸能活動の実在と金銭取引の正当性は分けて確かめる必要がある。舞台に立っている事実は返金や利益を保証する材料にはならないのよ。ところが頭の中ではその2つが一本の信用として結びつきやすい。所属先があるなら変なことはしないはずだと考えてしまうのね。所属先の存在を個人的な金銭話の保証書に読み替えるのは危険だぜ。公式の仕事なのか個人の話なのかそれさえ曖昧なまま進むこともあるわ。だから肩書きを見るだけでなく誰が何を保証する話なのか確かめるんだ。聞きにくいと思う時ほど一度立ち止まる理由があるということね。いつも応援してくれる君にだけ先に知らせたい計画があるんだ。そんな風に言われたら嬉しいけど私に金銭の話なんて意外だわ。最初は少額でいいよ。うまくいけば応援に使った分も取り戻せる。本当に利益が出るの？仕組みを説明した書類はどこで見られるの？詳しい資料は後で送るよ。今は参加する意思だけ早く教えてほしい。急がされると不安になるけどせっかく選んでくれた話を断りたくない。これも実在の文面ではなく限定感と時間圧力を表す再現だぜ。被害に遭う人が愚かなのではなく断りにくい関係が先に作られているのよ。行為、特別扱い、損を避けたい気持ち、この3つが判断を前へ押す。考える時間を奪われると契約書や登録を確認する余裕までなくなるわ。さらに秘密を求められれば家族や友人への相談も遅れやすいぜ。相談したら止められると分かっていて言い出せなくなる場合もあるよね。孤立した判断は相手が示す情報だけを材料にしやすくなるんだ。金額を入力したけど送る前にもう一度だけ確認してもいいよね。もちろんだよ。ただ受付は今日で閉じるから間に合うようにして。所属先にも確認した方がいいのかな。でも疑っていると思われたくない。これは僕個人からの特別な話だよ。事務所を通すと条件が変わってしまう。分かったわ。あなたを信じる。これで送金の手続きを進めるね。送金先の名義や口座は架空で特定の人物や事業者を示す再現ではないわ。本件の送金方法や回数は公開報道で裏が取れた範囲だけ扱うべきだぜ。被害額や人数も媒体によって違うなら一つの数字に決めつけられないわ。捜査機関の発表に基づくのか関係者の話なのか出典も重要だな。大きな数字ほど印象に残るけど確認できない数字で不安を煽るのは違うよ。だからこの台本では未確認の金額や人数を空想で埋めないぜ。分かっている骨格とまだわからない細部を一
ちんと分けてみるのね。確認対象の骨格は、金銭勧誘と送金、そして詐欺容疑での逮捕報道だ。約束の日を過ぎたのに、入金も説明もないわ。何か問題が起きたの？手続きが遅れているだけだよ。もう少し待てば、きちんと反映される。前にも同じ説明だったよね。いつまで待てばいいのか、日付を教えて。今は詳しく話せないんだ。信用してくれるなら、追加の手続きも考えて。しかで送る前に、契約内容と今までのお金の行き先を確認したい。約束と実際の入金が合わなくなった時、不審点が初めて形になるのね。そこで重要なのは、取り戻そうとして追加送金を重ねないことだぜ。最初のお金を無駄にしたくない気持ちが、次の判断まで縛ることがあるわ。やり取り、振込記録、契約に関する資料は消さずに保全する必要がある。相手を問い詰め続けるより、第三者へ見せられる形で残す方が大切よ。所属先へ確認するときも、相手から示された連絡先をそのまま使わない。公式の公開情報から窓口を探して、別の経路で確認するのが基本ね。この金銭話は、所属先が認めた結果なのか、公式窓口から確かめよう。確認の結果、説明に食い違いがあれば、そこで一人の判断から離れられるわ。家族、消費生活の相談窓口、警察、決済事業者は役割が違うぜ。契約の相談、犯罪被害の申告、送金の停止を同じ窓口任せにはできないの。状況に応じて連絡先を分け、何を相談したいのか整理する必要がある。送金直後なら、銀行や決済事業者へ早く連絡する意味もあるよね。時間が経つほど難しくなる場合があるから、記録を手元に置いて相談するんだ。恥ずかしさで隠すと、同じ相手から次の要求を受ける危険も残るわ。信じた自分を責めるより、これ以上の送金を止める行動を優先するべきだぜ。応援していた相手に関係する話だから、誰にも言えずに抱えていたの。まず送金記録とやり取りを確認しよう。追加の支払いには応じないで。この相談員役も抽象化した人物で、実在する被害者の相談内容ではないわ。相談や被害申告が重なれば、捜査につながる場合があるんだぜ。そこで初めて、別の人にも似た話があったとわかることもあるのね。ただし本件の被害者数は、確認された発表なしに複数と断定できない。一人の申告なのか、他にも確認中なのか、その違いは大きいわ。捜査では、勧誘内容、送金の経路、約束と実態が調べられることになる。逮捕報道が出ても、捜査で何が認定されるかは、その後の手続き次第よ。本人側や弁護側の見解が公表されていれば、同じ章で扱う必要がある。認めたのか、否認したのか、認否が不明なのかも混ぜられないわ。時系列を作るなら、確認日、勧誘、送金、相談、捜査報道の順に並べる。わからない日付を推測で埋めず、確認できないと示すことも大事なのよ。逮捕日、捜査期間、適用容疑は、正式な公開資料との照合が必要だぜ。氏名や所属も同じね。似た事件を混ぜたら、別人への中傷になりかねないわ。今回の構成だけでは、そうした個別情報を断定できる材料が足りない。だから、確認できた骨格だけで、信用が送金に変わる過程を見るのね。事実を増やすために想像するのではなく、真偽の説明を一般論で補うんだ。被害者の実際の内心まで知っているように語るのも、避けるべきよ。再現場面は、同種の勧誘で起こり得る迷いを可視化したものだぜ。これなら、信じた人を笑わずに、どこで確認が抜けたかを考えられるわ。次は、その判断をした4つの心理構造を順番にほどいていくぜ。第1段階は、繰り返し接することで生まれる、一方向の親近感だぜ。テレビやライブ、配信で何度も会うと、相手を身近に感じるのよね。名前を呼ばれたり反応を返されたりすれば、その感覚はさらに強くなる。実際には短いやりとりでも、自分との関係は特別だと思う場合があるわ。だが、親しさの感覚と、契約上の責任は同じものではないぜ。顔を知っていることと、お金の使い道を確認したことも別なのよ。この区別が曖昧になると、普通なら求める資料を求めにくくなる。細かく聞いたら嫌われるかも、と自分から遠慮してしまうのね。その遠慮は、相手にとって都合の良い確認省略へ変わることがある。第2段階は、公開された肩書きを、金銭話の信用へ流用することだ。アイドルとして活動しているなら、商売の話も安全だと思ってしまうのね。推しの肩書きは、金融機関の保証書じゃないぜ。ここは分けるべきだ。所属先が存在しても、その契約に関与しているとは限らないものね。重要なのは、勧誘内容を誰が管理し、誰が責任を負うかという点だ。書面も登録も確認できないなら、肩書きだけで穴を埋めちゃいけないわ。有名人だから安全という一段飛ばしが、確認手続きを消してしまう。普段の信用を、全く別の取引へ持ち込むのが問題なのね。第3段階は、選ばれた感覚と、返事を急がせる時間圧力だぜ。教授、
秘密、残り1枠と言われたら、相談する時間まで惜しくなるわ。急ぐ理由が相手側にしかないなら、送金を止める強い合図になる。本当に正当な話なら、契約を読み、第三者へ相談する時間が必要よね。秘密を守ることが信頼の証だと思うと、孤立まで自分で選びやすい。疑ったら反失格、みたいな空気まで自分で作っちゃうのね。その空気は相手が明言しなくても、受け手の中で働く場合がある。だから実際の当事者がそう考えたと、決めつけてはいけないのよ。これは同士の勧誘で判断が偏る、一般的な仕組みとして見るんだぜ。第4段階は、費やした時間やお金が疑いを認めにくくする審議だ。長く応援したほど、相手を見誤った可能性なんて考えたくないわ。過去の仏題や思い出を守ろうとして、今の判断まで曲がることがある。ここで疑ったら、今までの応援が全部間違いになる気がするのよね。だが、過去の応援と、目の前の送金を切り離すことはできるぜ。好きだった時間まで否定しなくても、今の金銭話だけ止めていいのよ。加害する側には、行為を確認不要の担保として扱える構造になる。善意が強い人ほど、証拠を求めることに罪悪感を持つ場合もあるわ。だから対策は、相手を嫌いになることではなく、確認を仕組みにすることだ。気持ちが揺れても、決めた手順だけは飛ばさないようにするのね。親近感、肩書き、限定感、過去の投資、この4段階を覚えておくんだぜ。一つでも気づけたら、送金する前に誰かへ話す余地を取り戻せるわ。では逮捕報道の現在地と、失われる4つの信用を整理しよう。逮捕は、捜査機関が容疑を調べる刑事手続きの1段階に過ぎないぜ。逮捕されたから有罪確定、ではないのよね。そこは混ぜられないわ。その通りだぜ。起訴されるか、不起訴になるかも、その後の判断だ。処分保留や捜査継続なら、その状態も日付と一緒に示す必要があるのね。認否も、認めた、否認した、不明の3つを正確に分けるべきだ。本人や弁護側の見解があるなら、報道側の説明と述べて扱うのよ。ただし今回の入力には、個別の逮捕日や認否を断定できる記載がない。確認できない部分を、事件らしく見せるために補うのは危険だわ。公開時点の公式発表や報道と照合し、確認できた項目だけを使うんだ。第一の損失は、ファンが送った金銭や、その回復にかかる負担だぜ。第二の損失は、自分が応援してきた判断への自信まで揺らぐことね。金額だけを返せば、すべて元通りになるとは限らないんだ。楽しかった思い出まで疑いたくなるなら、心への影響も長く残るわ。だから周囲は、なぜ信じたのかと責める言葉を向けるべきではない。責められるのが怖くて相談が遅れたら、被害を広げかねないものね。第3の損失は、所属先に向けられる管理体制への信用だぜ。でも所属先が関与したかどうかは、確認なしに決めつけられないわ。第4の損失は、取引先が契約や広告上の危険を検討する負担だ。これも実際の対応が発表されていなければ、想像で描けないのよ。契約解除、活動休止、返金、賠償は確認された措置だけ紹介する。起こりそうだからといって、実際に起きたこととして語れないわ。逮捕報道の衝撃が大きい時ほど、手続きの現在地を冷静に見るんだ。疑いが報じられたことと、裁判で事実が確定したことは別なのよね。同時に、送金した人の相談や記録保全を後回しにする理由にもならない。断定を避けることと、被害を軽く見ることも、全く別の話よ。4つの信用損失を分ければ、誰に何の確認が必要か見えやすくなる。最後は、推し活を守りながら送金を止める3つのチェックよ。チェック1つ目、本人らしい相手でも、金銭話は別に確認するのよ。メッセージに書かれた連絡先ではなく、独立した公式窓口を使うんだ。所属先が関与する企画なのか、公開された窓口から直接確かめるわ。契約書、事業者の情報、必要な登録も、勧誘内容に応じてみる。本人のアカウントに見えることは、取引の正当性を保証しないのよ。乗っ取りやなりすましでなくても、金銭話自体が安全とは限らない。確認を嫌がる、説明を濁す、公式窓口を避けるなら、送金を止めるわ。質問への答えではなく、信じてほしいという言葉だけなら要注意だぜ。チェック2つ目、せかされたら、その場で送らず24時間保留するの。教授、秘密、残り1枠は、考える時間を奪う典型的な合図だぜ。最低24時間置いて、利害関係のない家族や知人へ話すのよ。契約の相談なら消費生活の窓口、犯罪の疑いなら警察も選択肢だ。すでに送金したなら、銀行や決済事業者にも早く相談する必要があるわ。一人で取り返そうとして、追加の費用や保証金を送ってはいけない。相談するときは、やり取りと送金記録を消さずに、そのまま見せるのよ。相手への連絡を続ける前に、証拠が残っているか確認するんだぜ。チェック3つ目、家庭の推し活決済に、月額
上限を決めておくの。高額送金は実行前に相談し、建て替えや借金は認めないルールにする。家族役はどちらも大人として描き、特定の被害家庭をモデルにしないわ。大切なのは、禁止だけで終わらせず、相談しても責めないと約束することだ。怒られると思ったら、困った時ほど隠してしまうものね。上限を超える支払いは、一人で完了できない設定にする方法もある。毎月の合計を一緒に確認すれば、感情と支出の両方を整理できるわ。推し活そのものを否定せず、金銭判断だけに安全しがらみを置くんだぜ。確認するのは裏切りじゃないわ。自分と推し活を守るためよ。推しを信じる気持ちと、金銭話を確認する行動は両立できる。むしろ確認できる関係の方が、安心して長く応援を続けられるよね。本人確認、24時間保留、家庭内ルール、この3つを忘れないでくれ。一人で決めない仕組みがあれば、特別扱いの言葉にも立ち止まれるわ。この事件は捜査や刑事手続きが進行中の可能性がある。逮捕報道は有罪確定を意味せず、内容は公開時点の報道と発表に基づくぜ。身近な人間関係に潜む落とし穴を、これからも一緒に見抜いていくわ。チャンネル登録して、次の事件簿も一緒に確認してね。